塗装を塗り比べろラッカー編ソニック先輩。はい、どうもウェルバーズの店長です。ということでね、第14話早速やっていこうと思うのですが、また一つね、ここで先にねお伝えしておくことがあります。っていうのもね、前回アンケートを取ったんですね。でも結構前かな、もう1ヶ月ぐらい経つんかな。でね、200件近い投票があってね、コメントまでありがたい話いただいたんで、これのね結果について先お話ししていこうかなと思います。結論から言いますと、アンケート取った内容っていうのが、これからね第14話では塗装の方に入っていくのですが、じゃあ塗装する際にラッカースプレーで拭くのか、それともはたまたガンを導入してコンプレッサーでガンを使ってガンで拭くのか、どっちがいいかなっていうのをね、千代さんの方にねアンケートを取ったんですね。で、結果から言いますと、ほぼほぼ気持ち的には半々やったんですね。アンケート数が200件ぐらいいったんかな。で、ラッカースプレーが 45%、塗装ガンを導入して拭くっていうのは 55% だったんですね。で、ほぼほぼ半々かな。本来ならこの時点で塗装ガンの方で拭くっていうのが確定なんですけども、コメントをね読んでた時に、少し気になる点があったんで、って言いますのも、ラッカースプレーで拭ってほしいっていう人の意見の中のコメントで、僕はそんなガンとかを導入して拭くような資金もないし、敷居が高い、僕らでも真似できるようにラッカースプレーで拭いてくれへんかっていうね意見もあって、その通りやなって僕も正直思ったんですね。塗装ガンを導入するってなれば、コンプレッサー持ってない人だったらコンプレッサーが用意しないとダメなんで、資金的な問題もね、あと敷居的な問題もね、だいぶ高くなってくるし、場所をね選んでしまうんで、塗装ブーストがないとねちょっと厳しいっていうことなんで、確かにその通りやなって思ったんで、あと他の人の意見でも、今はラッカースプレーでもミーク製の、ウレタン塗料のスプレーが売ってるよと。で、昔に比べるとそこそこ仕上がりも良くなってるよっていう意見もあって、だからラッカーでやってみてもいいんじゃないのっていう意見もあったんですよ。で、はたまた、塗装ガンの方のいただいたコメントは、やっぱりガンで拭いた方がクオリティが全然違うと。で、なおかつ導入するのは大変かもしれんけど、導入してしまえば塗料代もトータル的にはゆくゆく安くなる、あと自由度が高いっていうねメリットもあるよという意見やったんで、確かにそれもその通りだなって思いました。で、これも僕めっちゃ悩みました。で、正直僕の中ではこうつけがたい、どっちもめっちゃわかる気持ちっていう感じで、僕も言うてプライベーターで素人なんで、どっちの意見もすごいわかるっていうか、で行き着いた結論なんですけども、アンケート取って申し訳ないなと思ったんですけども、両方やることにしました。ってことでね、ラッカースプレーと塗装ガンの方ね、素人が塗り比べてみたっていう形でね、どれぐらい差が出るのかっていうのをね、ちょっと検証チックな感じでやっていきたいと思います。でね、まずはじめにラッカースプレーの方から塗っていきたいと思います。で、これも多分全部入れ出したら分数がめちゃくちゃ長くなるんでね、これも多分前編後編、ラッカー塗装編と塗装ガンで拭く編の前編後編に分けてお送りできたらなと今考えております。まだ少しねちょっと長くなってしまうかなとは思うんですけども、最後までお付き合いいただければありがたいなって思います。あとね、アンケートご協力してくださった方々ね、本当にありがとうございます。すごい助かりました。いい意見ももらえてね。ということでね、早速ね、第14話ラッカースプレーの方からねやっていきたいと思います。で、最後後編でね、両方塗り比べしたのをね、どれぐらい差があるかとか、どれぐらい違いがあるのかっていうのもね見せていけたらなと思います。では早速やっていきまーす。ウェイ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 。はい、ではね、早速ラッカー塗装編かなやっていこうかなと思うんですけども、はい、こちらマスクの方ね用意しました。で、今回塗り比べなんですけど、外装全部塗るっていうよりも、とりあえずマスクだけで比較していきたいなって思います。撮影外で全部塗ろうとは思ってるんですけども、分かりやすいようにマスクだけの比較でやっていきたいと思います。まずはじめ用意するのがマスクで、これ今素材から取ってきたばっかりなんでちょっと彫りかぶってるんで、これをね先に軽く洗っていきたいと思います。で、洗ってから足付けの方をねしようかなと思います。洗うところは洗剤とかで洗うだけなんで、カットっていう感じで。はい、ってことでね、ざっくりとマスクの方洗ってきました。で、そもそもこれは僕流のやり方なんで、多分人によっていろいろやり方が多少異なってくるとは思うんですけど、あくまでも僕流っていうやり方でやっていきたいと思います。ではね、洗いの方終わったんで、次に足付けしていきたいなと思います。足付けって何ぞやってね言う人もおると思うんで、軽く説明するとすれば、このままで拭いちゃうと塗料が乗りにくいんですね。ツルツル、もともと塗装が乗ってる状態なんで、この塗装肌をザラザラにして塗料を乗りやすくするって言ったらいいかなっていう処理やっていこうなと思います。足付けに使うものっていうのが普通に紙やすりとかでも僕はええと思うんですけど、一応用意したんが
これ見えるかな、スーパーシレックスのレモンシート。これでね、足付けの方していこうかなと思います。これ番で言うと800番になるんかな。800番で全体的に吸って足付けしていく感じですかね。では早速足付けの方からやっていきたいと思います。はい、ではね、表面削っていきたいと思います。はい、ってことでね、こんな感じで足付け全部きれいに擦れました。でね、この後もう一回ちょっときれいに拭いてからね、ラッシュの方に入っていきたいと思います。はい、ではね、足付けの方無事に終わりました。で、ここね、丁寧に時間かけて吸った方が絶対に後々ね、塗装の方多分きれいに乗ってくるかなと思うんで、ここはね、入念に足付けの方やってください。一応ね、擦れました。で、次にダッシュの方していこうと思います。これはパーツクリーナーでも多分いいと思います。僕も前までずっとパーツクリーナーでした。で、今回はこのシリコンオフの方をね、使ってダッシュの方していきたいと思います。はい、ではね、ダッシュの方していきたいと思います。はい、ではね、こんな感じでダッシュの方できました。次ね、もう早速下地のプラスアフの方から拭いていきたいと思います。で、その前にね、今回使う塗料の方もね、少し紹介していきたいと思います。はい、ではね、今回塗っていくラッカースプレーの方紹介していきたいと思います。で、まず一発目に拭くんがこのホワイトプラスアフ、これをね、拭いていこうと思います。で、この次に塗るんがこのキャンディーの下地シルバー、これを拭いていきたいと思います。で、その次にこのホルツのファッションカラーっていうやつのね、キャンディーブルー、これを塗っていこうと思います。で、最後にこのボデーペンのクリア、これでね、塗装の方をね、上から閉じ込めていくって言ったらいいかな。クリアを振っていこうかなと思います。使うのはこの4種類かな、とりあえず。こんな感じで、じゃあ先にこのホワイトプラスの方からいきたいと思います。あ、そうそう、ここで、1個ね、補足なんですけど、今ね、冬なんで気温が寒いんですよね。で、ラッカースプレー拭くときは冷たすぎるとあんま良くないんですよね。分離しやすいんかな、これ多分。だから基本的に塗装する前は軽く温めてあげた方がいいかなと思います。温める方法なんですけど、これ僕オリジナルなんですけど、水槽ある人はね、水槽用意してもらって、で、熱帯魚用のヒーターがあるんですよね。それを水張ってヒーターを入れておいて、ターモスタット付きのヒーターかな、ヒーターの方を入れてもらって缶をね、つけておく。塗る前までつけておくと、感じの暖かさになります。これ1個裏技かな。結構僕使ってて感じで拭けたんで、これはやってみてもありかなと思います。ではね、このプラスの方から拭いていきたいと思います。はい、ではね、このプラスの方拭いていきたいと思います。はい、1回目はね、で拭き程度に軽めにいきたいと思います。こんなもんでね、1回少し乾くまで待って2回目拭いていきたいと思います。はい、ではね、2回目拭いていきたいと思います。
あー飛んだ。やってもだ。最悪や。はい、ということでね、サフェの方もあれから3回できました。で、乾燥の方もできたんで、次に下地シルバーの方をできたいと思います。はい、ではね、下地シルバーの方拭いていきたいと思います。1回目拭き終わったんで、これで少し乾くまで待ちたいと思います。はい、ではね、2回目シルバーの方拭いていきたいと思います。はい、2回目これでね拭けたんで、また乾かして最後3発目塗っていきたいと思います。はい、時間経ったんで次3回目拭いていきたいと思います。はい、これでね3回目終わりました。で、下地シルバーは3度で終わろうかなって思います。で、これから24時間乾燥させて、最後にキャンディーブルーを塗って、その上からクリアで閉じ込めて完成っていう感じですかね。まあ、ではね、完全硬化するまで待ちたいと思います。はい、ということであれから24時間経って完全に乾燥しました。下地シルバーの段階でね、だいぶ綺麗な感じになってると思います。わかるかなこれ。はい、ってことでね、次はもう早速キャンディーブルーの方塗っていきたいと思います。使うのこれね。あとそれとね、この段階でめっちゃ丁寧にめっちゃ綺麗にしたいっていう人は、さらにここからペーパーかけて表面のデコボコとかザラつきがあるようでしたら鳴らすっていう感じでね、耐水の、2000番とか3000番ぐらいで吸ってもらって、塗装面綺麗にしてもらったら余計綺麗になるかなと思います。でも今回はもうちょっと僕はこのまま次キャンディーブルーもう塗っちゃおうかなって思います。はい、では塗っていきます。とりあえずこれぐらいでね1回目終わりだと思います。はい、ではね2回目塗っていきたいと思います。はい、2回目これでね終わったんで、これでまだ待ってね最後3回目拭いていきたいと思います。はい、ではね3回目拭いていきたいと思います。はい、こんな感じでね最後塗れました。これでまた完全にね乾燥させてから上からクリア拭いていきたいと思います。はい、キャンディーブルーの方もね無事に硬化できたんで乾燥したんで、最後にこのボレーペンのクリアを使って最後クリアに蓋をしていく、塗装を蓋していくって形ですかね。でこれ液剤が透明なんで
正直変わり映えがあんまりないんで、これも3度拭きは絶対するんですけど、ポンポンポンと3度塗りやっていこうかなと思います。ではね、早速このクリア塗っていきたいと思います。はい、では1回目終わりました。まだ待ってね、2回目すぐやっていきたいと思います。はい、では2回目いきたいと思います。はい、2回目終わったんで、また待って3回目最後振っていきたいと思います。はい、ではね、3回目最後クリア振っていきたいと思います。はい、3回目塗れました。ではね、乾燥スプレー回したいと思います。はい、ってことでね、クリアも硬化しました。見えるかな、これ伝わるかな。めちゃくちゃテカテカ、ええ感じかな。はい、っていうことでね、第14話もね、うまいことマスクの方も綺麗に塗れました。ラッカーやけどね、思ったより意外に綺麗に塗れたかなとは思います。でね、一つだけね、伝えなきゃいけないことがあるんですが、前回ね、最後に次、塗装館の方でね、塗装の方しようかなと思うんですけど、塗装館のね、何を買ったかっていうね、道具の紹介するよって言ったんですけど、ちょっと尺の問題で、今回は申し訳ないんですが、なしという形で、これで終わりたいと思います。でね、第15話は塗装館の方を使って塗装していくっていう形で、最後に両方比較していこうかなと思います。ではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。